こんにちは。こちらの動画では上海ディズニーランドホテルに宿泊後、翌日アーリーエントリーで入るとどう回れるか、一日の流れをご紹介します。それでは朝は上海ディズニーランドホテルのシャトルバス乗り場からスタートです。7時前にもかかわらず、すでに多くの人の列ができています。さて、アーリーエントリーですけれども、これはパーク開園時間の1時間前から遊べますよというものになるんですが、1時間前というのはアトラクションが動き出す時間であって、それよりも少し早くパーク自体には入れるものとなります。で、このアーリーエントリーができる人は2組いまして、1組目は我々のようなホテルのゲストなんですけれども、このアーリーエントリーをオプションで買った人も入れます。で、それぞれ入り口が違うので、実際に何時から入園を開始したのかわからないんですけれども、このアーリーエントリー購入者の口、いわゆるメインエントランスから入った方々の方が早かったんじゃないかなというのをちょっと推察しています。これちょっとホテルのキャストの方に手書きで書いてもらったものなんですけれども、このちょっとちっちゃくですね、特別の入り口と書いてあるのがホテルのゲストが入れるディズニータウン側と言われる入り口です。そして主入り口、これがメインエントランスでして、どうもメインエントランス側の口コミなどを見ると90分前ぐらいから空いていたというような話もあるので、こちらが早く入っていて、ホテルのゲストは後だった可能性があるなと思ってます。これもですね、実際待ち時間が後ほど出るんですけれども、もう入園した時に主要アトラクションは4、50分待ちになっていたので、どうもこの差がありそうだなというような雰囲気です。ホテルのバスは並んでいましたけれども、すぐに次のバスが来て乗ることができ、7時10分にはこのディズニータウン口に到着することができるようになりました。このままキャストに誘導されて待ち列に並んでいきます。この時にホテルでもらったセキュリティカードを渡すとパンチで穴を開けられて列に並ぶことができるという流れです。7時12分に列に並び始めて、実際に入れたのは7時41分、30分くらいかかっちゃいましたね。パスポートチェックとか手荷物検査もあってというところです。で、もうこの入った時点でお目当ての7人のコミットのマイントレインは50分待ちになっていました。並び列のところにも書いてありますが、このまま並んでいきたいと思います。中は実際に並んで乗り終わるまではだいたい40分ぐらいで終わったので、気持ち早く終わったかなというところです。このアトラクションはフロリダにもあるんですけれども、フロリダと上海にしかないのでおすすめです。ジェットコースタータイプですがなだらかなので、小さいお子さんでも乗れると思います。この後すぐ隣がズートピアのエリアになっておりまして、移動してこの目玉アトラクションであるホットパシュートに並んでいきたいと思います。このホットパシュートも待ち時間は50分という表示だったんですけども、実際はやっぱり40分ぐらいで乗り、終わることができるようになっておりました。朝はご覧の通り走っている人もいますけれども、ほとんどの人はゆっくりと歩いていますね。ではこの待ち列に並んでいきたいと思います。最初屋外はですね、あまり面白みのない待ち列ではあるんですが、中に入るとクロウハウザーなんかがいたりして、ここで写真撮ったり立ち止まったり列が動いたりで結構慌ただしくなります。アトラクション待ち列はズートピア警察署のオフィスだったりデスク周りがあったり留置所があったりして、ここももう全然飽きないです。見てるだけですごい面白いなんですけど、ここからだいぶ列の進み具合は早くてですね、結構サクサク見ていかないと追いつかないです。アトラクションの流れとしては、映画ズートピア最後に逮捕されたベルウェザー副市長が脱走してですね、ガゼルという人気歌手を誘拐するというストーリーです。この誘拐したベルウェザーを追いかけるために、我々ゲストと、ジュディとリックが追いかけ回るというアトラクションになっています。それではアトラクションの様子を少しだけどうぞ。
把自己穿水的，把火就抬起来。你们太棒了，第一天就破了档。你们拯救了全球中央派对吗？好像是。所以我们可以继续庆祝食草动物和食肉动物大联欢了。你们第一天出警还真是让我印象深刻。你们是好样的。进来还是先进来，出去就是大英雄了。没错。トパスート乗った後はこのズートピアエリア、ここに飾られてるドーナツが売ってます。このドーナツ3個で1000円ぐらいでしたが、これを朝ごはんにして次のソワリンに向かいました。ソワリンも約50分待ちぐらいでした。ここでですね、この午前中でこの人気アトラクションを3つ達成したというような流れになっております。もう少し早くエントランスに並んでいればですね、他のアトラクションに乗ったり、キャラクターグリーティングを待ち時間なく、できたりとかっていうことも選択肢の一つとしてはあると思いますが、朝の早い時間にこの3つ終わらせてしまったので、逆にこの後はのんびりとパークを楽しむことができました。この後一度パークを出まして、ホテルに戻ってチェックアウトと荷物を預けました。ホテルは11時チェックアウトでしたので、ちょうどいい時間にホテルに帰っておくことができました。で、そしてすぐまたシャトルバスに乗って帰ってこれるので、やはりこの距離感楽ですね。ホテルから戻った後は早めのランチにこのラプンツェルのレストランに来ました。ファンタジーランドにあります。料理はですね、お肉系のがっつりとしたメニューでしたが、結構美味しくて全部食べきっちゃいました。ランチの後はミッキーズストーリーブックアドベンチャーというショーを見ました。このショーはスタンバイパスが必要ですが、ショー開始前にちょっとこまめにアプリをチェックしてスタンバイパスを取得しておきましょう。もちろん無料です。で、DPA もありますので、スタンバイパスが取れなかったら DPA を買ってもいいと思います。ショーは30分ぐらい生歌あり、ディズニーキャラクターの出演ありで飽きませんので、すごくいいショーだと思います。これも、見ることをお勧めします。ショーの後またファンタジーランドに戻って、ちょっと行ったり来たりしておりますけれども、このクリスタルグロットへの旅というボート型のアトラクションに乗りました。こんなような格好でですね、噴水とか、展示物をこう、ゆったりと見て回るというアトラクションになっております。さて、ここでですね、よく日本で話題になるのが、上海ディズニーランドのゲストのマナーについてです。割り込まれるとかですね、歩きタバコがあるみたいないろいろな噂があり、私も7年前来たんですけど、事実ありました。で、今回来て思ったのは、そういったものがほぼなくなってました。アトラクションの列は当然割り込みもなく、平和に皆さん並んでますし、歩きタバコは園外はありましたけれども、園内は特にないです。そして、びっくりしたのが結構皆さん静かです。わーわー大きい声で喋るっていうイメージが中国の方々ってあるんですけれども、全然そんなことなくて、むしろ旅行で来てた日本人の方が声が大きいんじゃないかなって思うぐらい、でした。で、昔物売りもいたんですけど、そういった人たちもいなくなって、本当に平和で過ごしやすいパークになったなってすごい感動した印象です。そしてパレードやショーなどアトラクションもですけども、本当にリアクションが大きくてですね、もう心から楽しんでいる姿で、もうほっこりしました。そんなパレードを撮影しましたので、どうぞ。Here in
free. See, I ain't as cruel and vicious as I seem. Though I do like breaking femurs, you can tell me with the dreamers. Like everybody else, I got a dream. I've got a dream. I've got a dream. I just wanna see the glowing lanterns gleam. And with every passing hour, I smile at my tower. 'Cause right up deep inside, we've got a dream. Way down deep inside, we got a 我叫贤好，我喜欢热情的拥抱。所有人都这么喜气洋洋。我是安娜，来到这里我很激动。我是艾莎，来自阿伦凯尔王国，很高兴见到你们。四处看看呀，这个地方什么都有，简直太棒了！我和安娜迫不及待的要多看一点你们的王国呢。お昼のパレードもこんな感じで大盛り上がりで終わりました。
パレードを見た後はですね、早めの夕食を取りにディズニータウンのチーズケーキファクトリーというところで、食事をしました。朝日ビールもあって満足です。そして夜はだいぶ空いてきましたので、ズートピアのおかわりということで2回目乗りに行きました。この時も40分待ちぐらいですね。はい、夜になるとだいぶ空いてくるので、アーリーエントリーでできなかった方は夜に集中してもいいかもしれません。朝からのんびり楽しんだ上海ディズニーランドの一日も間もなく終わりです。夜のトロンを横目に見ながらですね、花火のショーに向かいたいと思います。花火のショーイルミナイトの鑑賞については DPA を購入しておりました。1人6000円とですね、やや高めなんですけれども、これ購入した価値十分にありました。ここがその DPA の入り口なんですけれども、この辺りから見るのかなと思ったら見てください。これ、なんと座り身の最前列に案内されまして、ここで見ることができました。本編の方は別の動画で上げておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。こちらはその本編が始まる前のプレショーになります。この後の本編の様子はぜひ別の動画でもご覧ください。上海ディズニーランド久々に来ましたけれども、とっても良かったです。アーリーエントリーも十分に使えましたし、この後の本編のショーも DPA ですごくいい席で見れました。東京ディズニーリゾートも大変混んでいると聞いておりますので、ちょっとだけ足を伸ばして上海ディズニーランドという選択肢もありだと思います。ぜひ来てみていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひ動画にいいねとチャンネル登録もお願いします。